これまで頑張ってきたのにこうやって言われるんだって思って、理解してやるこいつらにって思って今ここにいるって感じです。天真爛漫いたずらっ子、海外の方に飛びたいなとは思ってます。名前はリラです。今20歳です。で、東京都出身です。ダンサーとして活動しています。オーディション番組っていうチャンスって多分なかなかないと思うので、応募しなかったらつかめないなって思って、絶対こういうのはチャレンジするのが一番だと思ったので応募しました。さほど変わりはなくて、意識を高くしようっていうことは変わらなくて、でもさほど変わらない中でも変わったところは歌唱力は変わったのかなって自分では思いました。上手い子たちがいっぱいいるので、その子たち見て自分も頑張るぞっていう気持ちになったので、その気持ちは高まりました。幼少期は本当にこのまんまの性格で天真爛漫いたずらっ子、すごく問題児ってよく家族に言われてて、兄がいるんですけど、よく母に言われたのは、兄がいなかったらあなたは誘拐されてたよって何回も言われるぐらい本当にいろんなところにうろちょろしちゃうので、兄のおかげで今生きてますなんか2つあって、1つがクラシックバレエをやってた時に、本当最後辞める時ずっと頑張ってきたのに先生になんかあなたはわがままだからみたいな感じに言われて、いやこれまで頑張ってきたのにこうやって言われるんだって思って、そこで一旦バレエ嫌いになったんですけど、でもその先生のおかげでメンタル強くなったし、バレエ嫌いって思ったけどその先生のことがただ嫌いだっただけで、バレエのことはすごく好きだったので続けようって思って、逆にその人には感謝してて、でもう一つはあるオーディション番組に最後まで残って、じゃあ次出ますの時になんかよくわからない理由で落とされて、それがすごく悔しくて、その悔しいところをどこにぶつけたらいいかも分かんなかったので落ちたけど、でもそこでちゃんと這い上がってきて、絶対見返してやるこいつらにって思って今ここにいるって感じです。それこそ2回アメリカ行ったことあるんですけど、2回目の時にアリゾナのWNBA っていう女子のバスケのハーフタイムショーに日本人初として出させていただいて、そこでやっぱ日本語通じないのでまず英語で話すこととか、そこでパッションが絶対必要なので海外の人たちに負けないようにするとか、ダンスもスキルもそうですし、全てにおいて広いから体をもっと大きく使うとか、いつも以上に頑張らないといけないことが多くて、それをやったことによって今ステージとかカメラに向かって踊っててもやっぱなんか映えるなって思って、それが今成功したな自分その時って思いましたきっかけ、もともと体を動かすのすごく好きで、ちっちゃい頃から。で幼稚園の先生がすごいダンスとか踊るの好きだし、体を動かすのも体も柔らかいから何かやらした方がいいと思いますって母に言ったみたいで、母がもともとクラシックバレエやったので落ち着きがないけどやらせてみようってなって、小学校1年生にクラシックバレエやって、で歌の方は、こういうアーティストとかになりたいなって思った時にが多分高校1年生とかだったので、じゃあ歌もやってみようかっていうことで同時にダンスと歌同時に始めたって感じです。全部印象的だなとは思うんですけど、それこそ3人審査の時にすごく、リーダーだったっていうのもあって2人のことを見ないといけないっていうのが強かったんですよ。そのことによって2人も見ないといけないけど自分にもフォーカスしないといけないしって、オーディションだからっていう、でもやっぱ2人気になるみたいなのがあったから、そこがちょっとなんか自分的には一番後悔もありつつ良かったともありつつみたいな、すごいいろいろと混ざるオーディション審査だったなっていうのがあります。5人審査のセミファイナルのグループの時に最初のレッスン、頼人さんのレッスンでダンスを見せるっていうよりもなんかみんなの気持ち、今の気持ちをどう持ちながらなんかそれを表現してんのみたいな言われた時に結構みたいな、そんなこと考えてなかったなみたいなって、私は結構それもなんか印象強いです。
刺激受けたのはやっぱ5人審査の時のメンバーはみんな刺激受けたなとは思います。他のグループの子でダンスうまい子いっぱいいて、ひなとかせいやちゃんとかそこら辺すごくうまいんで、ダンスは私それこそずっとやってたからこそダンスうまい子に目がいっちゃうから、その子たち見てうわめっちゃうまい子いるやんみたいな、頑張ろうみたいななるんで、すごく自分にとってプラスになる子たちが多いなって思ってます。私本当に計画性がなくて何にも計画しないで生きてるんですけど、昔よりも計画ができるようになったのかなと思います。このオーディションにもうおかげで上の人に「やちゃん計画性がないよ」って言われて、あやっぱそっかみたいな、じゃあ計画性ちょっと立てようと思って、なんかプライベート部ちょっとだけ計画性が上がりましたちょっとだけもう見てわかる通りにいっぱい気をつけてるところがあるんですけど、もともと髪はまずストレートでなんですけど、自分でめっちゃこんな細いコテでくる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 巻いて4時間半ぐらいやりました。昔はピタッとした服が好きだったんですけど、今はオーバーサイズのこういうユニフォーム系が好きで、それを着ているのがファッションのポイントですかね。あとはなんか一つ露出したら一つは露出しないみたいなのを頑張って取り入れてますキャラクター性を一言で言うとチーターみたいですかねあ、ダメですかチーターみたいなんじゃないかなって。すごく動物に例えてもチーターって言われるし、性格もチーターって言われるんですよ。なんかそれは自分でなんだろうなと思ったんですけど、なんかチーターって一見怖そうに見えて中身めっちゃ優しいみたいな子たちが多くって、なんかそれをなんかある友達に言われて、へーみたいな、そこかみたいな、足が速いとか運動神経がいいとか、でもすぐ飽き性とかすごく似てるなって思ったんでチーターですなんかいっぱいあるかもしれないですファンの方たちの前でやることだとしたら、海外の方に飛びたいなとは思ってます。コンサートでいろんなところに飛んでいろんな国のファンの人と触れ合いたいのと、ファンの人の前でやらないものとしたら、グループみんなでディズニーとか海外のそういう観光名所行ったりとかして Vlog 撮ってウェーみたいなチルしたいなって思ってます。いつも見てくださってありがとうございます。もっともっとファンがなんですかいなかったので、こういうところに出るのは初めてだから、コメント欄とかでなんかすごい何々チームとか私のチームがすごく素敵とか言ってくださってるのがすごい嬉しくて見ちゃうんですけど、自分にもためになるし、なんかうわこうやって見てくれてんだ、じゃあもっとこうやって頑張ろうとかなるので、これからもいっぱいコメントとかいいねとかコンサートとかあった時に来てくださったら嬉しいなって思ってます。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。